肺が感染する病気とその予防方法。イントロダクション。肺は我々の生活の中で頻繁に遭遇する生物であり、その存在は多くの人々にとってはただの迷惑な存在かもしれません。しかし、これらの小さな生物が運ぶ病気は、人間の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。具体的にどのような病気が存在し、それらを予防するには、どのような方法があるのかについて理解している方は、少ないかもしれません。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、肺が感染する病気とその予防方法について詳しく解説します。肺が感染する病気。ハエってどんな病気を運んでくるのだ？ハエは食物や排泄物に触れることで細菌を拾って、その後人間の飲食物に触れることで病原体を運ぶの。具体的にはコレラ、チフス、サルモネラなどの食中毒症状を引き起こす菌を運ぶの。それからハエはその小さな体に多数の病原体を運ぶ能力を持っているの。これがハエが病気の媒体になる一因なの。それだけじゃなくて、ハエが触れる場所やものによってはさらに多くの種類の病原体を拾って広範囲に運ぶ可能性もあるの。これらの病気は適切な予防措置が取られない場合、重篤な健康問題を引き起こす可能性があるのよ。病気の予防方法。じゃあどうやって予防すればいいのだ？ハエが侵入することを防ぐことが大切よ。窓やドアに網戸をつけたり、食品は密封するとか、ハエが発生する可能性のある環境を作らないことも大切で、ゴミはきちんと処理して、食事の後の片付けも怠らないようにするの。さらに、ハエが食物に触れないように、食物を露出したままにしないことも重要よ。これらの予防措置は、ハエによる病気のリスクを大幅に減らすことができるの。さらに、ハエが繁殖するための環境を作らないように、住環境を清潔に保つことも必要よ。ハエの除去方法。実際にハエが出てきたらどうすればいいのだ？ハエが現れた場合は、専用のハエ取り紙やスプレーを使用して除去するの。ただ、これらはあくまで一時的な対策だから、ハエの発生源を見つけて対処することが根本的な解決策になるの。例えば、ゴミ箱や排水溝など、ハエが繁殖する可能性のある場所を定期的に清掃することが重要よ。これにより、ハエが発生する条件を取り除くことができるの。さらに、ハエが繁殖するための湿度や温度を管理することも、ハエの繁殖を防ぐために重要よ。まとめ。ハエが感染する病気とその予防方法を理解し、日常生活で実践することが大切です。ハエの存在が私たちの生活に及ぼす影響を理解し、適切な行動をとることで、ハエから来たる潜在的なリスクを管理することができます。また、ハエが感染する病気の知識を持つことで、早期に症状を認識し、適切な医療対策を取ることも可能になります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。